今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。さて今日はちょっと恥ずかしいけどすごく実用的なテーマです。突然ですが、皆さんはトイレに行きたいとき、周りの人に何て言えばいいと思いますか？I need to pee って日本語で言えますか？もちろんね、言うことはできるんだけど、日本人はあんまり言いません。結論から言うと、日本人はトイレの話になると、ちょっとね、シャイになります。大人同士の会話では、おしっことかうんちみたいな、すごくね、直接的な言葉はあんまり使いません。もしね、グループでいるときに誰かがおしっことかうんちって言うと、ちょっとね、その場の空気が凍るかもしれません。もちろん、年配の方ね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかでもう恥がないっていう人だったら、時々ね、おしっこしたいとかうんちしたいとかっていう風に言う人もいるかもしれないけど、ちょっとね、それはかなり達観してる人だなっていう印象がありますね。普通の人はとりあえず、普通の人はとりあえず言わない方がいいかもしれません。ただ、もちろん、お母さんだったりとかが、子供と話すときだったり、家族のね、中でっていうのは、使うことがあります。ですが、職場でね、あなたの上司だったり、部下にあたる人に対してね、おしっことかうんちっていう言葉をあんまり使わない方がいいかもしれません。もちろん、レストランでもそうです。あとはね、初めて会った人とか、あんまり関係が深くない人に対しても使わない方がいいかもしれません。これは私の体感なんですけど、多分、いわゆる裸の付き合い、一緒にお風呂に入れるぐらいの相手じゃなかったら、おしっことかうんちっていう言葉を使わない方がいいかもしれません。なので、もしね、あんまり長く付き合ってない彼女がいたら、彼女の前ではね、ちょっとだけやめておいた方がいいと思います。実際私はこんなエピソードがあります。私は今、アメリカ人の彼氏と付き合っていますが、その彼がしばらくの間ずっと、おしっこに行きたいではなく、しっこに行きたいと言っていました。私はね、それを聞いたとき、なんでこの人、ましてやおしっこじゃなくて、しっこに行きたいっていうすごいへんてこな日本語を使ってるんだろうってね、思ったんだけど、外国人だからしょうがないなって思って、あんまりね、指摘しないでいたんですけど、ただね、冷静に考えると、この日本語は、あんまり良くないかもしれません。まずね、しっこっていう風に言うことはほとんどないです。なんで、おってもともと、丁寧なね、言葉にするためのものだと思うんだけど、なんでじゃあ、おを取っちゃいけないのっていうふうに思う人もいるかもしれませんが、皆さん、私たち日本人がライスのことをご飯と言いますね。でも、飯とは言わないですよね。それと同じぐらい、おしっこのおは大事なんですね。ご飯のごが大事なのと同じぐらい大事なので、絶対にね、取って使わないようにしましょう。なので、家族だったりとか、身近なね、人に対して、おしっこというワードを使う場合でも、おを取ったらダメです。気をつけましょう。そしてね、うんちにするかうんこにするかっていうね、選択肢もあると思うんですけど、これもね、どっちでもいいんじゃないかなって思います。ちょっとこれに付随して、うんちについては、クソっていうね、言葉もあるんですけど、クソは、ちょっとね、F から始まるワードと似ているかもしれません。すごく寒い時に日本人はクソ寒いとかね、
すごく暑い日に日本人はクソ暑いっていうね、いう風に言う人もいたりするんですけど、なので、クソっていうのはそういう使われ方もする言葉ですが、基本的にはうんちっていう意味になっていますね。はい。ちょっと話が脱線してしまいましたね。ちなみに医学的な言い方だと、便と尿っていう言い方があります。病院だったりとか、お医者さんがね、説明するような場面では正しいんですけど、日常会話で使うと、一気にちょっと違和感が出てしまうので、あんまり使わない方がいいかもしれません。じゃあ日本ではどんな風に言うのが自然なのか。答えははっきり言わないです。例えばこんな言い方があります。お手洗いお借りできますか？本当にね、これはすごく丁寧なので、どこでも使える一番安心な表現になっています。レストランとか、あとは初めて、行った友達の家とか、どこでも使えると思うので、まずはこのお手洗いお借りできますかをマスターしましょう。あとは、ちょっと失礼しますだけでも、いいケースがあります。何しに行くかっていうのは言わなくても大丈夫です。なので、もしあなたがトイレの場所がわかるなら、ちょっと失礼しますだけで大丈夫です。そして女性の場合は、こんな言い方もすることができます。化粧室に行ってきますですね。トイレっていうよりかは、身だしなみを整える感じですね。はい。で、ここでもう一つ日本語らしい表現を紹介したいと思うんですけど、それがお通じです。お通じは主にね、年配の女性が使うことが多い、すごくね、柔らかくて上品な言い方です。最近お通じどうっていう風に、体調をね、気遣うときに使われます。直接的にね、うんちだったり、便という風に言わずに、体のね、体調として表現するのが本当に日本語らしいところかなって思います。ただ、若い人同士の会話ではあんまり使いません。もしね、皆さんが聞いたら、この人優しくて、すごい上品な人なんだなっていう風に思えば大丈夫です。あとはちょっと古風ですが、お花を摘みに行ってきますっていうね、言葉もあります。これもトイレに行くことをすごくね、婉曲的に説明した表現になっています。もちろんちょっとね、これは古いですし、あんまりね、皆さんが使う場面っていうのは想像できないんですけど、でも日本語にはこうやって直接言わないね、文化っていうのが今でもすごくあります。さて、ちなみにですが、もし皆さんがトイレに緊急で行きたいとき、聞いたところによると、海外ではね、I'm sorry, I'm in emergency.It's emergency.Can I go in front of you? という感じでね、すいません、本当に緊急です。先に行っても大丈夫ですかってね、聞いたりするケースもあるって聞くんですけど、日本でだとね、ちょっと変だなって思います。で、基本的にもし自分の前にもうトイレに入ってる人がいたら、日本の文化としては、自分の存在を言葉なしで知らせる。ちょっと鍵が閉まってるのがわからなかった風にして、ドアノブをね、ガチャガチャやるとか、あとはちょっと咳払いして、人がいますよっていうのをアピールするとか、それぐらいのレベルなんじゃないかなって思います。あんまりね、直接言わない方がいいかもしれません。ただ、日本には本当にたくさんのトイレがあります。駅の中だったり、公園の中、もしくは場所によるんですが、コンビニエンスストアの中にトイレがあるケースもあります。なので、皆さんが、緊急事態になる前にね、トイレを探してみてはいかがでしょうか。はい。なので今日の動画をまとめると、日本では何をするかは言わなくて大丈夫です。ちょっとトイレに行ってきます。お手洗いお借りできますか？これだけで大体全部伝わります。逆にね、おしっこしたいですとか、うんちに行きますって言うと、ちょっとだけびっくりされるかもしれません。So, can you say I need to be in Japanese?
Yes, but most of the time, you don't have to. 今日も一日お疲れ様でした。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。